宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で、宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。前の動画で電性理性両意識体の部分的発展体としての陰電子陽子中性子等が成立するのを見た。ところがこの両意識力はこの程度で自己の発展を思いとどまることはせず、この段階まで発展した力をさらにますます旺盛にして、いよいよ完熟宇宙の創造に力を尽くすのである。原子とは現代の自然科学から見て最小単位の有核体物質である。しかしこの原子の構成要素が先に述べた陰電子及び陽子、中性子の三者であることはもはや常識であるため、あえてここで説明する必要はないであろう。ただここで注意しておくことは、この原子そのものは電性理性両意識力の部分的活動体という点である。この物質根源の能動意識力を見落とすならば、この原子の結合体として将来完成を見る生物の高度意識力の実態がわからなくなるのである。原子は有核体物質である。我々は先に完熟電子のところで単位意志と中間微子とが結合して核を作り、その核外に未熟電子が付着して一定の距離にとどまって自転しながら核の周囲をぐるぐる旋回していることを述べた。原子の構造もこれと同様であって、いかなる原子もその中心に陽子及び中性子が収まって核を作り、その核外に陰電子が一定距離を隔てて付着していて、核内と自己の吸引廃脚力の均衡点に自転しながら核の周囲を円形を描いてぐるぐると公転している。原子の種類によっては何十個かの陽子と中性子とが核内に収まり、何十個かの電子が核外を二重三重に取り巻いて旋回している。我々はここに物質の運動形式が一つの法則の下に支配されていることを認めることができる。小廃子から電子、原子、大は地球と月、太陽と星群の関係に至るまで、いずれも等しく各々自転運動を続けながら公転運動を行っている。そしてそれによっての未万物の均衡が保たれている。この厳然たる調和の姿こそ万物発展の根源力である電性理性両意識力の和に基づく活動の表れである。分裂電体としての意志は一旦独立すると直ちに他の意志と相引く作用を起こし自転運動をなす。この自転運動は当然遠心力と求心力を生む。ここで注意すべきはいかなる意志も絶対に単独では存在していないという点である。万物はすべて相互依存によって初めて自己の力を発揮し得る。意志の運動力も他の意志群の存在によって各自の力を発揮し得るのである。つまり2個以上の結合体になれば、各々の遠心力と求心力の総和がその結合体の廃脚力、押し出す力と吸引力となる。今2個以上の意志が各自右回転をしているとする。この玉の左側と右側の力の方向は、左は上へ向かい右は下へ向かう。そこでいくつかの玉が集まって各自己の運動をするときは、左側の上方へ向かう力の総和をその集団体の廃脚力とすれば、右側の下方へ向かう力の総和はその凝固体の吸引力となる。そこでこの凝固体は自ら吸引の力と廃脚の力の均衡点に一つの力の保持線とも言うべきものを生む。この力の保持線が核を生じるのである。さて現実の状況は、
意志が結合して凝集体を形成するとき、その凝集体の外に浮遊している意志群を想像することができる。この場合、凝集体は周囲の無数の意志群または集成体群から強い吸引力と浸透力を受ける。この場合の自覚運動は外部のこのような力を利用して容易に行われる。この核の最も近くにあるものは外部の力と核内の力の均衡点にとどまって容易に離れようとせず、その物体の構造の一部分として核外に外角線を描いて公転しながら結合体を保持する有力な力として働く。しかし自覚運動の主力は単なる電磁力のみでないことはもちろんである。それは電生理性両意識力の相互浸透、包容光合活動によるものである。物質の自己保持の能動意識力を感化するときは万物の合法則的運動力の根源が不明となる。単純な意志の集成体は宇宙界で運動する他の意志群と接触または衝突すると、その瞬間に脆くも分裂、破壊され、その活動力は非常に脆弱である。そこで物質の根源力は自らの構造をより強固なものへ発展させなければならなくなる。核はその元素の変革または破壊を防衛する機能を持つ。核の破壊が行われない限り、その元素は変革せず安定を保ち得る。電生理性両意識力は有核体となって初めて強力な創造活動が可能となるのである。この時代の初期は単純な凝固体群が完熟電子へ発展し、ついで陰電子陽子中性子群が氾濫し始め、宇宙はこれらの完熟電体としての微粒子群の大集団体に変容していく。ところがこの時代の末期にはこれら微粒子群は再結合時代に入り、ここに各種の高度有核体物質群が群生するに至る。この凝固体群の変容に引き換えて、この時代を最も特徴づけるものは凝固年体群の大整備である。各種の凝固体群の変質は宇宙界の力の均衡を破り、今や凝固年体群の大小無数の集体は急速に整備されていく。この凝固年体群の整備こそ太陽成立の過程であった。意志の個体化一歩手前の工業個体としての凝固年体群は、自らの放射する年熱線によって宇宙のあらゆる微粒子群を高度な有核体物質へ発展させると同時に、その兄弟となった吸引、廃却、浸透力によって自らも散乱状態から大集合運動を開始し、ついには一個の巨大な凝固年体群に結集し尽くすのである。その過程はまず、小さな年体群は新たに宇宙の随所に成立した有核体物質の大集団体の強力な吸引力によって吸収され、またより大きな年体群と合体し、あるいは八方からの吸引力によって空中分解するなどして消散。